Prepio Japanese Podcast 第8弾かな ?9 弾かなちょっともう数えられなくなってきてるんだけど、結構もうやってきたよね。まあそろそろずっと同じ景色飽きたと思うから今日は外来て撮ってるんだけど、まあこの場所結構有名な観光地だと思うからもう分かる人には分かると思うんだけどね。11月になってくるとこの木がもう全部真っ黄色になってもう人がめちゃくちゃ増えるから、まあこのポッドキャストでは俺が友達とか家族とかと使う日本語を大事なフレーズをこのスクリーンで見せながら喋っていくから、もしお前がタメ口とか普通にリアルな日常で使う日本語をマスターしたいなら、まあマジでぴったりなポッドキャストになってるから、まあ気軽にまあ見るだけでだいぶ学べることはあると思うから最後まで見てみて。英語字幕もお前が学びやすいように作ってあるから、もし英語字幕必要なら CC ボタンからチェックしてみて。まあいつも言ってるけどこのポッドキャストでは、まあ、フェイクな日本語の先生みたいな喋り方は絶対しないから、皆さんこんにちは。今日はこの綺麗な背景とともに優しい日本語を喋っていきたいと思います。とかそんな喋り方しないから、まあ安心して。まあ、早速今日のテーマ入っていきてんだけど、今日のテーマは東京の生活ってどんな感じっていうテーマについて、東京生まれ東京育ちとして、まあ日本語で、まあいろんな観点から、まあお前に伝えたいと思うから、もし東京に住みたいとか、東京に遊びに行きたい、東京に来る予定がある、東京に留学したい、東京で働きたいとか、もし考えてるなら参考にはなると思うから。まず東京といったらもう世界一の大都市っていうのはもう東京で生まれ育った身としてもマジで感じることなんだよね。まず東京クソでけえっていう、マジでかすぎる。21年間住んでるけどマジで東京の中で行ったことないとこばっかだよ。本当に全然行ったことない都市とかあるし、23区って東側の方で生まれたんだけど、まあ、羽田空港の近くの方で生まれ育ったんだけど、ちょっと田舎っぽい方はあんま行ったことなくて、東京ってマジででかいんだよね。カナダ、タイ、スウェーデン3カ国行ったんだけど、まあ、やっぱり東京のでかさは、まあ、どことも比べ物になんない。マジで東京でかすぎる。そうだからそこがまず第一だよね。東京の特徴っていうか、とにかくでかい都市だから、まず東京の良さとしてあるのが、まあ遊び方はいろいろあると。まあ、毎日違うところで遊べると思うよ。遊ぼうと思えば。そうだからまああんま飽きないと思う。東京もう常にいろんな人と出会えるし、もう街中歩いてたら絶対クソ人いるし、まあちょっと場所によるんだけど、まあ特に渋谷とか新宿とかさ、そういう観光地っていうか、まあ有名なところはさ、もう毎日お祭り状態だよね。最近マジでやべえなって思っても、渋谷歩くたんびに、あれ前こんなんだったっけみたいな。俺が小学生の時ってこんなんだったっけみたいな。もちろん昔も多かったよ、人は。でも最近もうさらに多くなって、もうそこら辺はマジでお祭り状態。本当にもうなんだろう、花火でもやってるんですかみたいな。でも有名人でも来てるんですかみたいな感じになってるんだよね。それってまあ東京が人気だから、まあありがたいことなんだけど、東京都民としてね、まあとにかく遊ぶ場所がいっぱいあると。まあ例えば趣味一つにしても、まあ、例えば俺はスケーターだったんだけど、まあスケーターってさ、
ストリートでスポットを攻めたりするわけよ。東京っても建物だらけだからスケボーできちゃうスポットがいっぱいあるわけよ。っていうなんかその一つの趣味をとってもマジで行くところがいっぱいあるっていうのがあるよね、東京は。あと、他の趣味でも、例えばお前が美術館好きだったとするよ。美術館も多分クソあると思うし、カフェが好きだったとしてもカフェなんてもう何千何万あるのって話だし、もしお前が、クラブとかそっち系ナイトライフ、夜の遊びが好きな人間だとしたらめちゃくちゃクラブあるし、で東京のクラブはどうなんだろうな。東京のクラブは俺の経験からすると箱はいいんだけど、人が海外に比べて他の国に比べてあんま盛り上がってないなっていうのはあるけど、でも数はとにかくあるわけよ。でも言うて今観光客増えてるからもうどこのクラブも結局グローバルな感じになってるから、盛り上がりはあんま問題ないんだけど、だから本当に遊び飽きないと思う。多分3年間毎日遊んでても多分全ての場所は行き尽くせないくらいでかいから、そこが一番の東京の良さっていうか、とにかく遊ぶとこいっぱいある。俺がこの前行ったバーで絶対俺のチャンネル見てる人たちここ来て友達作った方がいいなっていう思ったバーがあって、ワンチャンそこ行けば俺に会えるかもしれないし、あんま行かないけどね俺は。それを一つだけちょっと教えたいと思うから、名前ちょっと忘れちゃったわ。名前忘れちゃったけど、名前ちょっと出すから、渋谷にあるんだけど、もう渋谷来たら行ってみて。クソ人いて立ち飲みバーみたいな、もう喋ることが目的のバーみたいな、そういうバーがあるから、もし友達どこで作ったらいいか分かんないって思ってるなら、行ってみて。絶対友達できるから。俺が思うもう一つの東京のいいところをちょっと話したいんだけど、それは人間関係。とにかく人口が多いから、そういう場所に行けばね、マジで友達は作れるよ。自分から求めに行けば人に出会いやすいっていうのはあるんだけど、逆にそういうの求めないと結構孤独になりやすくもあるかなって思う。とにかく人が多すぎるから、その人が多すぎるがゆえに、一人一人のつながりが結構薄いのかなっていうのも感じるし、例えば近所の人とのつながり、海外行くといつも思うんだけど、やっぱり近所の人のつながり方っていうのがマジで全然違うなって思って、東京と。ほんで東京は、挨拶すればいい方で、こんにちはって挨拶すればいい方。ほとんどの人は、俺が住んでるアパート、俺が住んでるマンションでは、挨拶する人はこっちが挨拶しないといないかなって感じ。そんくらい近所の付き合いはもう薄いっていうか、もう冷え切ってる。そうだから、その海外みたいな近所の人同士でバーベキューしたりとか、近所の人を家にあげてちょっと談話したりとか、そういうのがないから結構寂しくはなりやすいよね。そこはちょっとそれ結構ね、俺が海外行った時のカルチャーショックでもあるんだよね。それが東京のいいところでもあり、悪いところでもあるかなって感じ。もう一人一人がなんかもうパーソナルスペースをめちゃくちゃ意識しすぎてみんな孤立してる。だからその災害とかあった時に、だいぶその地域近所の人との連携っていうか助け合いコミュニケーションとか結構苦労するんじゃないかなって思うよね。それがメリットでもありデメリットでもあるって感じ。じゃあその流れでデメリットを一つ挙げるとすると、とにかく、住む場所にもよるけど人が多すぎ、マジで人多すぎるし、あと
うるさい。うるさいよね、普通に。わかる。普通にここ座ってるだけでももう車の音とか、もうとにかくずっとなんか音してるわけよ。それ、海外行くまでは気づかなかったんだよね、俺。で海外行って、特にスウェーデン行った時に、スウェーデン、ストックホルムと、ヨーテボリ行ったんだけど、結構都市なんだけど、なんだろう、めちゃくちゃ、なんだこの静けさはっていう感じになって。そう。それで東京のうるささに気づいたっていうか、そう、うるさいのと人が多い。もう人は、住む場所を間違えれば、もう常にもう家出た瞬間、人がいるみたいな感じになると思う。特にその渋谷とか新宿とか、人はマジで多いよね。静かなとこが好きなら、あんま向いてないかなっていうか、もちろん東京にも静かなとこあると思うけど、探すのはだいぶ大変だし。だから、静かなとこ好きなら、その、泊まるとこ探すとき、家探すとき、そこは絶対見た方がいいポイント。静かかどうか。夜ちゃんと静かな状態で寝れるかどうかっていうのを確認しないと結構なストレスになると思う。俺夜寝るときも部屋から車の音が結構聞こえるんよ。もう慣れてるけど、でもやっぱり、ストレスはたまるよね、少なくとも。その頭おかしくなるほどストレスはたまんないけど、静かな方がいいかなって思う、寝るときはね。そこがデメリットかな。とにかく人が多くて、常に何かしら音が聞こえる。意識いってなくても常に、どっかでは音がある状態っていうのが結構あるから、そこがデメリットかな。あと、金銭面、多分気になってる人結構いるんだけど、俺まず家族と住んでんだよ。恥ずかしながらなのかな。まだ俺21歳で大学生だから、一応まだ大学生なんや俺。だから、家族と住んでて、東京の大学生っていうのは結構その家族と住むっていうのが主流だと思う。なぜなら出ていく必要ないから。だって東京に大学いっぱいあって、なんでいちいちその東京の大学行くのに家出る必要があるのって話じゃん。だから俺はまだ家に住んでるんだけど、最近一人暮らし始めたいなって思って物件見てたんよ。物件見てたら、あれ、物件めっちゃ安いやん。なんかワンルーム、ワンベッドルーム、1LDK、ワンベッドルームとワンリビングルーム、ベッドルーム一部屋とリビングルーム一部屋で、だいたい10万、ドルにすると700、600ドルくらいで住めちゃうんだよね、余裕で。で、快適な暮らしはできると思う。もちろんその高級住宅街とか行けば全然余裕で高いけどもっとね。金銭面は、円安のおかげで、だいぶ、今は、海外から、もしお前が先進国出身で、先進国、ドルとかユーロとか、そっち系の通貨を収入として得てるなら、だいぶ、住みやすいよね。でも日本で働くってなると円を得ることになるから、ちょっときつくなると思うけど、でも安い。そうだね。東京のアパートは、安いと思う、全然。もし日本に留学来たいとか考えてんならもう多分今以上のチャンスはないと思う。こっから円安が加速していくか上がっていくかは、正直、いろんな意見があるから、わかんないけど俺は。結構円安は加速するっていう、円が紙切れになるっていう人もいれば、円は上がるっていう人もいるんだけど、でも
まあ、最近総理変わったじゃん。高市さんになって。まあ、だいぶ日本の動きが変わって、まあ、だいぶ心強いリーダーが、虫がうざい。心強いリーダーが総理大臣になったから、まあもしかしたら上がるかもしれないし、まあわかんないけど、まあ今は本当に円安で、もう10年前、20年前と比べて 1.5 倍 ?1.5 割 ?3 割くらいいや、2割くらい、20% くらい安い値段で留学できるから、まあめっちゃいいと思う。まあそうだね、東京の生活ってそんな感じかな。もし万が一だよ。万が一日本人の友達ができませんってなっても、外国人クソいるから、その外国人コミュニティっていうのもあるから、そこに行けば英語喋れる外国人がいるから、まあ、もし万が一も孤独になって、もう精神的にめちゃくちゃきつくなっても、まあなんとかなる状況はあるから、まあそこは安心材料だよね。結果的に東京はいい場所なんじゃない？まあもっと深掘れるとこあるけど、まあ全体的な東京の感じ、雰囲気を、まあこの動画ではちょっと伝えられたらなって思ったから、まあ長くなっちゃうし深掘りすると、もっと具体的なことについて話してほしいとか紹介してほしいとか、そういうのあったらコメント欄で教えてくれれば全然話すから教えて。マジおしっこしたすぎてやばいんだけどまあ今日はそんな感じで 7day free challenge is available だから今コミュニティ無料で入れるからこのチャンス絶対逃さないで。もしお前がタメ口をマスターしたい、日本人の友達作りたいとか、いい人間関係作りたいとか、そのソーシャルライフを大事だと思ってんなら、まあ、チェックしてみて。絶対価値あるから。まあそんな感じでまた次の動画でチャンネル登録もよろしく。お疲れ。